2000回までのオラオラジオ。どうも小松です。嘘だろ。おい小野、俺に合わせろ。いや俺に合わせろ。いや俺だろ。俺だ。いや俺だ。俺今じゃない。あでも今でも今じゃないこのジョジョずっと追ってきた人たち、ジョジョ好きな人たちが全員で旅をしたっていう感じがあるので、その旅の終わりを一緒に感じてほしいなというふうに終わっております。ジョジョの奇妙なスターダストクルセンド、オラオラジオ。この番組は荒木博彦先生原作のテレビアニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」のラジオである。パーソナリティは空城城太郎役の小野大輔でお届けする。ストーリー2015年日本。ジョースター家の血を引く青年空城城太郎を演じる小野大輔はスターダストクルセイダースを終えた喪失感に取りつかれている。祖父ジョセフを演じる石塚雲翔は喪失感を取り除くにはハッピーウレピーヨロピクネだと明かす。アニメ終了によって倒れたファンを救うため数々のゲストスタンド使いたちを撃破し、小野大輔の旅は続く。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りします。ちゃんちゃん。改めまして空城城太郎役の小野大輔です。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオ第27回です。アニメ全48話、皆さんのおかげさまをもちまして最終回を迎えました。ありがとうございます。というわけでね、まず聞きましょう。皆さん燃え尽きていませんかと。僕ですか。燃え尽きました役者冥利に尽きるというか、もうやりきったというか、ジョ太郎として旅を最後まで終えることができて本当感無量でございます。ただそうは言ってますけれどもですね、このオラオラジオ今回が最終回ではございません。 To be continued なのでまだまだね語り尽くせないジョジョの魅力、最終回を迎えてのその思いっていうところもですねちょくちょく配信していきたいと思っております。そんなわけでもうすでに、笑い声が聞こえたので呼びましょう。この方が来てくれました。ジジイを紹介しましょう。ジジイマヌカネやろう。まさか貴様のおかげで蘇ったぞ。てめえ嘘だよーん。冗談じゃ冗談悪かった。ちょっとふざけただけじゃ。正真正銘わしじゃ。石塚雲翔、1951年5月16日生まれ、趣味ゴルフ。2015年のジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースの主演男優は空城城太郎。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースエジプト編の主題歌を歌ったのは奥村千代。もう一度チャンスをやる。間違ってる。やれやれ。奥村千代じゃない。どうやら本物のようだな。そんなくだらねえジョークを言うってことだ。本日のゲスト石塚雲翔さんです。ジョセフ・ジョスター石塚雲翔だ。奥村千代じゃなかったの。正解はジョースターズです。ジョースターズ。正解はジョースターズでした。そんな書いてるでしょ。だってちゃんと台本に。台本なんかあったっけ。台本あんた読んでるでしょ今。あんたって言っちゃったけど。
まあねレコードのジャケ写をですね、終着駅ね。あれだって確かにね、ラストのラストトレインホーム、なんていうのあれ、ラストトレインホーム、ラストトレインホーム、日本語で言ったら終着駅ですよ。本当ですよ、これが日本版の、エンディングテーマですよ。そういうことですよ。主題歌歌ったのはラッシオ雲翔さん、はい、僕の年代でギリ知ってるぐらいです。僕のなんかど真ん中だけどね。ど真ん中なんですよ。ジジイそういう話じゃないの。そういう話じゃないんですけど、まあまあ言いそうですよね。ジョセフ日本人だったら言いそうかなって思いますけれど、まあそんなわけで久しぶりのオラオラジオ。久しぶり、9月以来って書いてあるね。そうなんです。ジャッジメント金龍さんですね。ああ、おっさんが来た時、おっさんって呼んでんだ。おっさんがなんとかだよーんとかって言った。だよーん。本当困ったおじさんだよね。そしてアブドゥルがその時に帰ってきましたから、イエスアイアムつって。ああ、そうかそうか。そのあたりの配信の時にあったね、そういう話も。配信時間1時間、あの時1時間ぐらい行ってて、でそれが収録時間自体最長だったんですよね。つまんない話するんだよね。脇道にどんどん行くんだよね。いやでもね、前回すごく覚えてるのは雲翔さんのおじいさんの話。そんな話した？うちのおじいさん？本当のおじいさん？川に落ちそうになってって話を。一生じゃない、そこで一生終えたわけじゃなくて、カッパになっちゃう。そこでうまい具合に生き延びてこんな立派な人間になったっていう成功物語か。だったらいいですけどね。いや本当でもその時にスタンドとか守護霊みたいな、そうなんかすごくつながりますねって。だから関係ない話してそうで、割とつながる話をしてくれてるんですよ。守護霊とスタンド使いって割と似てるの？近い部分ある。精神の発言なんで。出たよ、精神の発言でまた難しい話をするんだ。だってホリーさんに出てる茨ってジョセフと似てるじゃないですか。まあ親子だからね。でディオの体の半分ってジョナサンってじいさん。そうじいさん、じいさんなんですけど、もう最近そういうことね言われても分かるようになってきた、すごい。もう昔この第6回の時は何言ってんなあたみたいな感じだったんだけど、逆に言うとそうだったんだってそれがね全部終わったわけじゃないですか。なんかね、そういうことを言うジョジョの話でね、ちょっとこう突っ込んだ話されてもね、少し分かるようになってきた。少し分かるようになってきたでしょ。少し分かるようになってきたのよ。こっち側の人間ですよ。もういやもう完全に感化されましたね。感化されたでしょ。でディオもあれ見てるじゃないですか、テレビでバーンって貴様見ているなっつって。ジョスターの投資能力を持ってるっちゅうこと？もう若干持ってるんですよね、あれって。血がつながってるってことですよね。時を止める能力もそうなんだけど、そういう遠隔投資能力みたいなのも持ってるっぽいねっていう話。血がつながってるみたいな。そういうことなんです。そういうこと。俺ジョジョのことなんとなく語れそうでしょ。ほらほらそうでしょ。なんだ丈太郎が時止めれたのも、もしかしたらっていう可能性があるんですよ。だからもしかしたら僕ねもっと思うんですよ。ジョセフも頑張ったら止めれるんじゃないかって。努力しないと思うな。ジョスターはね、そんなね時を止めるのにね、やっぱりね努力しなきゃいけないんじゃない？そういう努力はねまずないと思うね。それよかね、お姉さんと遊んでるとかね、お酒飲んでる方がねなんかいいなみたいなところがあって、いやもう全部腑に落ちるわこの人の話。確かにしなさそう。しなさそうですよ、そんなめんどくさい。まあこんな感じでなんか関係ない話しつつも、関係あるじゃんってなったらいいなって今日も思ってます。まあ本人は全く意図はしないけどね。でもその方が雲翔さんも気が楽でしょ。まあいつも気が楽だけど。まあそんなわけで、メール読んでみたいと思います。3度目コバ。小野さん、雲翔さん、こんばんは。こんばんは。ジョジョ3部お疲れ様でした。
先日の日劇での上映会参加させていただきました。小野さんと小安さん、いやいや小野さんとディオなトークには大爆笑させていただきました。ディオ論が目から鱗で見方が変わりそうでした。本編も大迫力画面とゴゴゴ音響でとてもよく、最後の空港でのシーンでは涙をしました。客席で雲翔さんと小野さんのハグがグッときました確かにね、もうちょっとねなんなのあれ、感極まったの本当に僕ね、で終わったねと頑張ったねと、そしてオラオラジオの続投嬉しくて仕方ありません。これがなかったらジョジョロスになってしまうところでした。これからもラジオを楽しみにしておりますという話ですね。上映会、女性男性、この方書いてないな、なんとなく女性っぽい感じがするね。なんとなくなんですけれども、ね、このような上映会の感想メールがね100通以上来てるんですって。いや面白かったもんなんか迫力もあったしね。そう、すごいタイミングで来たんですよ。うまい具合に9時半近くに来たんですよ。じゃけね、その雲翔さんはどうも来れないようだって話を聞いていて、いやもう絶対僕来れない、いけないと思いました。あらかじめでもメールをくれてて、雲翔さんがいやもういけないと思ったからメールの一つもと思ってね。そうで、小安さん宛てに送って、小安さん宛てにというか、小安さんが一緒に出るからっていうのでメッセージを、小安にも上映会では紹介したんですけど、もしかしたらてか上映会ね配信なかったんで、その知らない人多いと思うんですよ。なるほどね、これを聞いてる方はね。むしろさんこれ読んでいいですか？どうぞ。長い旅もいよいよ明日で決着ですね。私もちょこっと日劇に行きたかったのですが残念です。ディオに伝えてください。君がいたから我々6人は結束して楽しい旅をさせていただきました。本当にありがとうと。ジョセフ・ジョースターって書いてますもうやっぱりジョセフ・ジョースターでしょ。こんなの送られたらですよ、もう紹介せずにいられないですよ。いやそうですか。でもこれ読んだ時、もう雲翔さんいたんですって。これが読んだあたりにいたのよ。ちょうど間に合ったんですよね。読んでくれたと思ってへえと思ったら、小安が勘違いして、でしょ、やっぱり俺がいなければやっぱりダメですよねみたいな。あれいやそういうこっちゃなくてディオみたいな悪いやつがいるからこそこの6人が結束して楽しい旅ができたっていうことを俺は言いたかったのに、やっぱり雲翔さんはいいことを言うなって、お前何を勘違いしてるんかなと思ったけど、まあ勘違いさせておけと思ってもう2人ともああ言えばこういうような感じですからね。そうですね。いやでもすごいなんか、現場にひょいっと行った時の雰囲気はすごかったね。期待感っていうのも当然あるんだけど最終話だから、でもなんかもうこれが見納めみたいなその空気もあるから、妙に張り詰めた上映会だなって始まる時がね、さあ行くぞみたいなところがね、ちょっと奇妙なオープニングっていうか、丈太郎とディオのバージョンのオープニングだったわけ。ああそうでしたね、あれからなんかこういよいよこれが最後なんだっていうなんかそういうのがあって、それで緊張感のある上映会だなと思った時に嘘だよーんっていうバカなじじいが出てきてあれ空気が変わってきたぞD パートねそれで最後にねやっぱりポルナレフとねさよならって言ったところなんかやっぱり自分で見ててもやっぱこうジーンとくるっていうか、なかなかいい別れだなっていう。じゃあ録音の時どうだった？僕全然あの日の記憶っていうのがやっぱどうやってやったかってやっぱねこの話ねジョジョのラジオでよくするんですけどやっぱその僕も思ったのはディオとの戦いってやっぱすごく僕らにとってはですよ、ジョジョ昔から読んでた人たちにとってはもうほぼほぼセリフを一字一句間違えずに言えるぐらいのものすごいクライマックスなんですよあそこって。みんなが知ってる戦いっていうところで、だからこうやってやろうとかこう言ってやろうとか結構考えちゃったりしてたんですけど、当日行ったらね全く何にもそういうのが自分の中になくって、いわゆる演技プランみたいなものももう全くなく、ディオしか見えてなかった感じでしたね。いやでも突っ込んだ話になってくると時間の話になるわけじゃない。9秒止めたとか9秒止めた残り2秒はオープニングでもねオープニング9秒止まってんですよねあれ。
あ、そんなこと考えやがったの、スタッフが。やがったんですよ。けしからんですよ、ね、余計なことしやがって。あれだから実際オープニングで急に止まった瞬間、見てる人たちも止められてるんですよね。でさらに2秒が丈太郎が止められたっちゅうことなんでしょ。あれ録音してる時もなんか難しいなと思ったんだけど、あれ見た時もやっぱり、ね、時間の感覚ってすごい難しかったなと思って。そうですよね。実はね、昨日もう一回見たんですよ俺。マジですか。どういうことなんだろうなと思って、で見たら、ああ丈太郎がプラス2秒止められたその2秒間がまた長くて2秒なのかなんだかよく分かんなかったんだけど、それで勝っちゃったんだなみたいな、結局はそれかいいなみたいな。そう雲翔さんはまあそもそもその原作を先に読まずに、あとねそのもうアニメが全てという形でやってるので、この9秒と2秒のやり取りっていうのがあれ一発じゃちょっと分かんないね。例えばねこれ漫画で読んでると、なんとなくこの感覚っていうのは止まってる中でのその精神上のイメージ上のやり取りなのかなと思って読んでるのがあるので、しかも読んでる人の好きに読むじゃないですか。だからね割とあんま。なるほど。秒数ってのはないけど、動いてるアニメの場合はこう時間っていうのがこう動いてるっていうか時間が経ってるわけだから、そこで何秒って言われても困るんだけどなっていやなんかねなんかもっともだいまいち分かるようで分かんなかったなってやっぱり、見返してみて、あなるほどそういうことかなと、まあ僕みたいにアニメしか見てない人はちょっと分かりづらかったでしょうから、もう一回見るなりあるいは DVD を買うなりしてですね、すごい雲翔さんじっくりとねここに来て私上手、ワーナーの人間なんでねそれは嘘でしょ。ワーナーの宣伝マンと言われてるんですけど、あんた鬼の人でしょいやーでもそれでもファン目線としては最高ですよね。あそうですか。一番楽しんでますよ。これでまああそこでディオ死亡とかってなって、粉になってバーッと火の光でバーッとなって、その後からほらまあ約束だけど、お別れのシーンがあるわけじゃない。そこをやっぱ印象に残った感じですね。じゃあだっていい旅だったとかなんか言うとさ、なんかやっぱ1年4、5ヶ月一緒にそうですね1年半ぐらいやったんだよね。でそれまで小野と長くやる番組なんてなかったし、なかったっすね。小松もそういうところがあったしね、平川もこんな長くはやってなかったから、なんかふーっと思い出したっていうか、こいつらと長くやってきたなみたいな、そのアニメのさよならっていうのもあるけど、なんか一緒にやってきたそのね役者ともこれでとりあえず、おしまいみたいなところが重なってきて、やってる本人としてもジンとくるし、それをまた見ててもでもこの間抜け面とか言いながらポルナレフと別れるところなんかね、なんかそれっぽいよね。しみったれたじいさんって言われるんだよね。しみったれた B さんとかねそれのねその孫とかね全員毒づいてね、そう離れるんですよ。でまあ可愛いところは最後に飛行機に乗って写真見てふって笑うところがまあやっぱり高校生だね、若いね若いねこいつはみたいな感じでまあ可愛いところがあるんじゃねえとよかった。まああれがねいい旅の締めくくりになったような感じがしますけどね。雲翔さんも旅をした感じっていう。もう完全にしましたね。だって普通自分のやった仕事ってあんまり、オンエア見ないんだけどね、見ましたもん、今回ジョジョそれがまた嬉しいですよね。こんだけ周りから言われるとね、どうなってんだろうなって、最初にやった時にこんな大きな声で喋って本当に冗談じゃねえちゃんと会話になってんのかなと思いながら、まあ前半戦は本気で言ってましたもんねそれね。本当にね。で見た時にちゃんとなってるじゃんって
じゃあ次はどうなんだろうなと思って、このね48話ねおそらくパーフェクトに見た。見てる。うわーこれは未だかつてないんだ。自分の中でコンプリートすごいなと思いましたね。どの辺の話数あたりから面白いんじゃない？や好っきだなと思ぱりい始めました前も言ったかもわかんないけどいくちゃんが出てきた夢の中の話ね、デス13。デス13、あれがどうやって倒すことができるんだろうって真剣に悩んだねまあ毎回ねそのスタンドスカイが出てこの強い連中たちがみんな出てくるんだけど、どうやって倒すのかなと思ったけど夢の話の時はね本当悩みましたねこれはいいお客さんだ。倒すわ。いやほんで後編見た時になるほどなと思いつつ、でもまだちょっと難しいなっていう。だからまあスタンドをただやっつけるっていうその単純な力技でオラオラオラっつってやっつけるだけじゃなく、そのひねったそのそうですね。だからこいつをやっつけられたんだみたいなの、それを見ると、ああなるほどなって 80% ぐらいは思うその辺がなんとなく面白いなと思ったんですよね。お目が高い。いえそのあたりからなんかずんずん見るようになってきたということで、最後は時間かよってからはね思いますよね。思いましたね。どうですか、倒せると思いました？これは無理だろうってどうやって倒すと思いました最初？いや昔ね全然話違うんだけどさ、もういい NHK でね「時間よ止まれ」ってのがあったの。時間よ止まれっつってね少年番組があったの。少年番組これなんちゅうね題名、今ポッと思いついただけなんだけどね、そうするとね全部が止まっちゃうわけですよ。でその間ね悪いことするわけじゃないんだよね。ああまあそれはね少年番組、悪いことするわけじゃないんだけど、その少年が動いたことによってあれこんなことになっちゃったっていう、それはハッピーな方のやつなんだけど、なんかそういうその時間よ止まれっていうのがあったなと思って。わかりました。今長田さんが検索をかけてくれたら、不思議な少年、不思議な少年、手塚治虫さんの原作。手塚さんのあれだったんだ。時間よ止まれは流行語となったと、1961年。はい。私も10歳の時ですね。うわってことは小学生だったからやたら言いましたもん、自分が立場悪くなったら時間よ止まれって全然止まんねえじゃんよ雲尚少年が自分が危ねえと思った時時間よ止まれやっぱ努力しないとダメですね簡単に時は止められないぞと。だからそれがねやっぱディオがやった時に時間を止めるんだと思ったら、これはな。もう一つ言いたかったのは、ディオの戦いにおいて、ジョセフは何もしてなかったっていうのは後でじっくり見て、あ、伝言しただけだ。雲尚さん、はい、それはね大きな間違いです。大きな間違いだよな。魔教員に託されたものを伝えてもらったんです。確かに。だから駅伝みたいなもんだよね。駅伝みたいなもん。それこそでもやっぱり繋いでいかないとね、僕まで到達しなかったわけですし、でジョセフがやられたわけじゃないですか。ナイフで時止めてナイフでやられたわけじゃないですか。自分が子供の時に読んだ時ってそこまで刺さってなかったんだけど、今これ演じた時にものすごい刺さったセリフがあって、あんなことを見せられて怒らずにはいられないっていう描写があるんですよ。あったね、言ってたね。その自分のじいさんがね、ドンとやられてね、じいさんがそうなんです。自分のじいさんがね、じいさんが言ったよね、怒るなと、感情的になるんじゃねえぞって冷静になれってなんか言ってたね。言ってたでしょ。そしたらなんか怒らずにはいられねえとかってなんかね、雲になってね上に登っていくあの辺でね、言うじゃないですか、本当に楽しかったってここで言うんですよね。そうなの。これがもうやばいな、ここでやっぱ泣きそうになっちゃったんですけど、これはね録音してる時にね、やっぱその思いっていうのはここに入れられたね。
やっぱ楽しかったから、うんセリフはそうなんだけど他の僕以外の5人に対していや本当楽しかったってうん言いやすかったよねこのセリフは、はあ、そうか。完全にもう自分の中でダブって言ってましたね。アブドゥルとイギーは過去にもいなかったけどやっぱメッセージ性としてやっぱりこのお前らと一緒にいて面白かったよっていうのとセリフとはどっかぶりでしたね。今聞いてよかったよあですよ本当に、えあのアフレコの時に聞いてたらちょっとまずかったですねうわーってなっちゃってたから。そうだからポルナレフと別れる時には面白いためだったってポルナレフもまた言ってくれて返すんですよね。やっぱ心情的にも非常にこの1年何ヶ月お前らと一緒にこの仕事をやってきてすごく面白かったっていうのはやっぱすごい被りますね。やっぱ役者やっててよかったなみたいなうわーそういう感じでした。あるもちろんこれは本当にもうぴったりその気持ちを乗っけられたなという感じでしたね。本当にな楽しかったかなか俺いいこと言うな今日。やっぱ最終話だからかな、いいこと言うな。そのいいこと言うなっていうのがなければよかったんですよ。そうなんだよ、ね、あと奥村千代な。奥村千代ね、編集しませんけども、あそこは。いやでも俺もだから一緒にやった演者さんたちがすげえ大切な存在になったっていうのは僕も思います。いやいい話だな。とてもいい話だな。俺はいいやつだよ。いいやつがそうじゃない。あ、これねさっき読まなかったんです。これ読みますよ、スタンド名ボノタイガー。石塚さんのお名前は雲尚ですが、やはりこれは丈太郎をエジプトに運んでディオを昇天させるためという三部ジョセフを演じることを見越して付けられたお名前なんでしょうかっていうこんなのね普通ベテランの前で読めないよ。だって雲尚という名前はすごく素敵な名前だなと思って聞きたいんですけど。そのボロタイガー面白いけど俺一応今年で声優という職業31年になるんですが、31年そのねジョジョをやるために31年前にこの世界に入ってきたわけじゃない。じゃあないからまあ自然に「あ」が大きくなってますけどね。一回ね昔ねうちの電話帳に僕の名前載っけてた頃があったんですよね。そしたら電話かかってきて「石塚雲尚さんですか?」って「うちは大和とかその関係じゃございません」猫とかそうじゃないんですそうじゃない。私はただ単にこの生まれた時から石塚雲尚と書いて石塚幸則という読み方そっちなんですね。そっちなんです。そっちっていうか知らなかった。ちっちゃい頃から雲尚なんて言われるわけがないよ。一応田舎ではゆきちゃんですよ。なんかすごいかっこいい名前だ。雲尚さんってなんかこう男らしい感じっていうか。男らしいっていうかなんか偉そうな感じが。幸則くんは普通だん。すごくなんか理髪そうな。すごくこれねすごく聡明な感じがします。全然違う方向に行くと私大木戸博士っていうのやってるんですけど、大木戸っていうのはね下に名前があるんですよ。大木戸博士っていう名前じゃないです。大木戸幸成って言うんです。これが僕びっくりしたんですよ。うわー雪なりって言うんですよ。これ大木戸の話を劇場版の第3回目かなんかでやった時に大木戸の話になったんですよね。時を超えるとかっつって、そこでちっちゃい大木戸博士の話になってくるわけですよ。戸田圭君がやったんだけど、子供の時ってことですか。そして雪成君って言われた時にっつってスタッフに「おい大木戸って下の名前雪成っての?」って言ったら「はいそうですけど」って「おい俺の本名雪のりだよ。これなんかあるんじゃないんかこれ」いや絶対それ呼び合ってますね。びっくりした。役とそれを元にしてねつけたわけじゃないですもんね。つけたわけではなくもう最初からゲームの中で大木戸博士が大木戸雪成っていうのがもう決まってたみたいで55歳っていう設定が決まってたみたいな。
まあどうでもいいんですけどね。いやいやどうでもよくないですよそれ。すごいやっぱ役とのシンクロってあるんですね。いやなんかねそういうのはびっくりしますよね。そういう役ってでもなんかやっぱ大事になりますよねより。なんかねましてや20年近くやってるととかって思っちゃいますよね。ねえ。いやだから今の方運んで昇天させるという意味でつけたわけではないんだ。残念ながら。次の番組になったらまた違う名前にするわけないやろ。なんでいちいち作品によって名前を変えなきゃいけないんだよ。まあでもね上映会の後ねちらっと飲み行きましたけどまあ楽しかったですけどね。まあくだらない話ばっかりして。くだらない話ね。そうですよ。その時にも言ってたと思うんですよね。ジョセフ・ジョースターのオーバードライブラジオをやってはどうかみたいな恋愛話ね。恋愛話ね。恋愛もう1時間恋愛話恋愛相談室みたいな。恋愛相談室ジョセフの恋愛相談室、子供じゃなくて大人恋愛相談室みたいないろんな修羅場をくぐってきましたんでもう大体のことは分かりますんでぜひというそういう企画どうでしょう。どしどしお寄せください。どしどしお寄せください。であれですよねここで一曲お聴きくださいっつってかけるのが奥村千代なんですよね。そうなんですよ。そうさっき言ってたのってそれなんですよ実は。そうなんだ。なんなんすかそのラジオ。だから終着駅っつったね、ジョジョと関係あるじゃないかとまあ本当ね今回ゲストで来ていただいたんでそのジョセフとかねその最終回の話とかもしてるんですけれどもこれどうにかして実現しないかなと今思ってるんで一応私の頭の中ではアシスタント復縁ということになってイギーをアシスタントにして犬がアシスタント、第三者を丈太郎にしてまあ若いから君にはまだここまで分かんないだろうというまあ一応形でね進めていきたいなと思って何なんだそれ。そういうのをね何にも言ってないのにね自分から言ってくれるのが嬉しいじゃないですか。まあ64ともなればねもう大体いいだろうみたいな感じでしょ64歳にして野望もう全く野望がもうどんどん出てくるってギラギラがもう絶えないっていうのはすごいですよ。今が一番すごいね野望がこの10年60代が一番ギラギラしている嫌になっちゃう。俺でも本当ねジョセフやってからの雲翔さんってよりなんかギラッチしてる気がしますね。すごいっていうかね元気なあんな大きな声でね喋ることはね今までなかったからね、だからもうね本当自分でねもう朝の早からこんな大きな声で喋ってもう今までの人生だからこんな大きな声で喋ったこと一回もないなと思いながらやってたんだけどだんだんあれが慣れてくると他の番組でも俺声小さいんじゃねえかなとかって思うようになって弊害出ちゃってるじゃん。少し声を前に出した方がいいんじゃないかなとかねこの前もねちょっとした番組のナレーションあったんだけど最初重厚な感じでこうお願いしますよみたいな感じでこうやってるんだけどだんだんやっていくうちつまんなくねこれもう少しガンと出した方が面白くねっていうほらね、だんだんもう少しここをグッていこうよグッとねっつってそれをガンガンやったらどうこれでいいっつったらそっちの方がいいですねでしょみたいなだんだん弊害が出てきた。でもこれまではそういう風にはやってなかったってことですよね。割ともそこまではボソボソ、あんまり凹凸のないボソボソただそれが求められてる現場っていうのがこれまでのその仕事として培ってきた部分だったのに貼るようになっちゃってる本当にそうなんだ。持ち味でもそういうのが求められる時も出てきたんじゃないですかジョセフやることによって。まあ求められるっていうかなんか自分でやっちゃうところがあるのかもわかんないね。もう少し出した方がいいなって昔はあんまり出すの嫌だなと思ってたところがなんかこいつのおかげで、オラオラのこいつのおかげでもうこいつ丈太郎を指しながら言ってますけどもうねでも雲翔さんがね朝来た時にあれを毎回言ってくれるからみんなちょっとテンションが逆に上がってたんでみんなはそれもう誰かが突っ込んで最初は僕突っ込んでたんですけどだんだん平川さんが突っ込み始めて
そんなこと言って大きな声出すんですよねってすごい優しく突っ込むっていういや大きな声出すっていうんじゃなくて台本に書いてあるの。これ大きな声出せってもうその活字に書いてある。ここは行くよみたいな、ここは行くよみたいな書いてある。確か書いに。てある。でもつを読むっていうのはちっちゃいつを読むっていうのは雲尚さんが発祥ですからね。あれはね、最初冗談だったのにね、そんなのボツになるに決まってると思ったのにねなんか OK だからね。めんどくさいなと思う。あんただよめんどくさくしたのまあそんな雲尚さんにね、もうたくさんでもメール来てるわけなんです。なかなか全部は紹介しきれないんですが、もう一つ読みたいと思うんですよ。スタンド名ワルチングマチルダ。小野さん、そしてゲストの石塚雲尚さん、こんにちは。はい、こんにちは。アニメ全48話という、大河ドラマもびっくりなほどの長い旅路、お疲れ様でした雲尚さんの演じられるジョセフの若い頃を感じさせるお茶目な部分と大人の男の色気が絶妙なバランスで混在しているところや存在の安心感、大好きです。素敵なジョセフをずっと見られて幸せでした。ありがとうございました。さて小野さん、雲尚さんといえばということで一つ気になっていたことを質問させていただきます。お二人は以前2部のジョセフを演じられた杉田さんと一緒に、飲み会を開きたいとお話しされていたかと思うのですが、その後企画は実現しましたか？また3部まで完結したことですし、1部から3部までのキャスト陣が一堂に会するようなイベントがあったら壮観だろうなと夢見ています。いつか強く叶うように強く願いながら、まずは10月の3部のイベントを楽しみにしておりますと。ありがとうございます。最初の質問はですね、杉田とですね、3人で飲むっていうの、まだ実現しておりません。なかなかね、いや僕この間杉田君に会ってそんな話してて、杉田君どうって言ったら、お店がなかなか難しくてって言っててあ、そう、俺には新橋にそうそれっぽいのがあるんですけどどうでしょうみたいな。そうただスケジュールが合うか合わないんですよね。合わないんですよねつってそうお店選びから何から全部杉田君がね、スケジュール管理まで全部やってくれていて、今この2人がやっぱ忙しいからダメだね。いやちょっと待ってくださいよ。僕はもういつ何時でも駆けつけますよ。いやおそらくてっぺん5円ぐらいでしかなかなか会えないだろうっていう。それでもいいじゃないって思いますけどそうでも本当上映会で仙台行った時にね、もうホヤとね牛タンでしこたま飲んでましたけれどもね、あれがかなり飲んだ時かね。ジョジョってね、そうですね。あんまりあれなんだけど、もう一軒行きましょうって小野が言ったんですよ、仙台で。僕ね、どういうわけか知らないけど、僕ね、生まれてからもう一軒行きましょうって先輩に言ったのって初めてかもしれないですね僕やっぱ流れで「あいずー」ってなったら「おーす」って行くのはあるけど、もう一軒行きましょうよって言ったことないな。いやだからね、と思って小野がもう一軒行きたいって言うんだったらこれはいかにはいかんだろうなと思って、まあ嬉しかったですよね。それがこれがまたこじゃれたお店でね、なかなか良かったんですよ。小野が知ってたわけじゃなくてマネージャーが知ってたらしいんだけど、ね、そこは頼りますよ、うちのスタンドですから。そうしたらね、いやいい店でもうかなり遅くまで飲んでたね。そうでしたね。次の日仙台で何かしようかなと思ったけどとっとと帰っちゃったもん俺帰ろうもう雲尚さんがね、そのホヤ好きだって言ってたから盛んに出ましたね。そうちょっとね癖がある珍味系のもの、臭いものが好きなんだよって話をねされてたんでね、前から。まあでも何飲んでてもジョジョの話したんですか？いや半分ぐらいしか少女話などほとんどしてなかったかな。してないですよね。1軒目でしたから。お姉ちゃん話が多かったかもしれない。お姉ちゃん話してたっけお姉ちゃん話もしたんじゃないかな。俺飲むとね大体お姉ちゃん話をしてんだねまあでもむしろなんかみんなでお酒飲む機会っていうのをすぐじゃなくて、ちょっといつかできたらいいねって言ってたら、そこまでほら徐々続いてる感じがしていいじゃないですか。なんか
そうだな。そうだから杉田君もそうだし、まあ他の現場でジョジョのキャストに会うとすごい急に仲良くなりますよ。僕だから佐藤拓也君2部でシーザーやってた佐藤拓也君に会った時に「ジョジョよかったよ」って「いやいや小野さんこそ好きなんだね大好きです」みたいな。俺ついこの間ね外画の吹き替え行ったんだよね。はい、あんまりまあ何回か一緒にやってる人なんだけど、その人がたまたま帰り電車で一緒になっちゃったのよね。いや何喋るかな参ったなとかって思った時に、向こうがポツンと「ジョジョ見てます面白いです」ってあんたジョジョの話すんのびっくりしたそれは。でちょうどその外画は杉田が一応主役のシリーズものなんで、そしたら若いジョジョとじいさんのジョジョがいて感動しましたあ、見てる人いるんだな。いるんだなと思うんですよね。僕も外画で割と言われることが確かに多いんですよ。僕もそうなん見てますって。だからやっぱ年齢的に30代とか40代とかの人間たちが割と外が多いから、そうですね。やっぱりどうしてもそうなるのかなっていう気はするけど、でも喋りづらい。僕なんか特にやっぱこういう感じなんで、どう知らない。いやなんかほら割とあれじゃないですか、内気じゃないですか。なんかあれが音響監督が言ってたあれがほらほんとつまんない音だね。僕ね作品のことに関する話とかじゃないとあんまりねいっぱい喋らないんですよ。聞いてる方どっちかっていうと話聞いてるの好きだし、だから岩波さんと話してる時もなんかほんとつまんないねみたいなこととかでも僕例えば音響周りのこと話とか好きなんでそういう話だったらできるんで岩波さんとそんな話もするんですけど、ミキサーとかいじりたいと思ってこの業界入ってたから機械の方ね。そうなんですよ。もともとはそっちの方に行きたかったっていうするんですけど、でもねジョジョの話はできるんですよ。誰とでも。めちゃくちゃもう鼻からそうだったね。だから健太と会った時からもうすごかったね。この二人どうなっちゃってんだろうなって思うぐらい。ぶっちゃけあれどう思いました？まあもうおそらく100メートルぐらい引いたよね。じゃあこいつらは100メートル引いちゃったらもう一緒に旅してないですよね。もう初めてなんだっけ打ち合わせだか撮影だかなんかで、ありましたね。上にね、テーブル囲みながらこうやって話してた時に、まあ健太とのがもう楽しそうにジョジョはだからとかって言ってるとこいつら仕事なのかなんで大好きな世界に来たのかもうなんかよくわかんない、両方です。えらいやつらのところに来ちゃったなみたいなところ思いましたよ。でもこっち側に来ちゃいましたね結果ね。そうか、小野ってそんなに喋んないかね。あんまり喋んないかね、無駄口は。あんまり。そうですよ。僕だからそこは丈太郎とすごいシンパシー感じてたんですよ実は。彼も激高したり自分のこの感情が高ぶった瞬間にブワーって出るじゃないですか。あれなんです僕。まあ普段からオラしかね。そう喋んないからね。オラ飯食いたいのかオラ。そんな感じ。コーヒー飲むかオラ。オラって言ったらいいえって意味ですね。なるほどね。本当に喋んないもんな。すごいね。初めて先輩を殴るかもしれないいやまあずいぶん喋ってるんですけれども、大事な話しなきゃいけない。大事な話しっかりしてくれたと思うんですが、無所さんでもね、まあ改めて何1年間振り返って、リスナーさんにというかこのジョジョをやってきて、なんか伝えたいことってありますか？ないんだなんかあるのかと思ったから今聞いたんだけど、何にもないただね、まあこう長編48本っていうのはなかなか今ないじゃない。ワンクール13本ぐらいしかっていうのがないこういう世界で48というまあね割と年間通してやってるのはないけど、かなりこう見
てくれてる人が多かったんじゃないかなっていう気がするんですよね。まあテレビ的に言うと視聴率とかなんとかっていうのはあるかもわかんないけど、数字的にこう落ちていくんだったら嫌だけど、なんか僕のイメージとしてはまっすぐかちょっと右肩上がりになってるかなっていう気はするんだいや気はするっつうか、やっぱもう上がってます。大丈夫です。上がってるの？上がってます。あ、そうなの？上がってますよ。ということは面白かったんじゃないかなと。これは他の人にもふいって言われて、その話数見てないけど録画してますか、あったら見せてくださいみたいなことを言われるってことは結構気になってんだなと。この話気になってんだ。やっぱり1話でもこう抜かすと、どういう話だったんだろうって言われると、やっぱり結構気になって見てる人が多いんだなと。そうですよね。それなんだっけその話。雲翔さんに言ってきたんでしたっけ？僕が言ったかもわかんないですけどね。ちょうどその録画がもうパンパンになっちゃって、入らなくなっちゃって、その話数だけ抜けちゃったと。撮ってないですか？でも撮ってないからって言ったから、じゃあしょうがないから僕は撮ってやるから、じゃあこれ見なさいっつって、これすごい話でしょ。 DVD を渡しました。もう先輩やぞって話割とフランクにというか。でもそれね、多分ねすごい勇気がいたと思うんですよね。でもどうしても見たかったんでしょうね。そうなんだって。雲翔さんなら撮ってるだろうっつって。そしたらたまたま撮ってたんですがいや俺毎回撮ってるんですよこれは。だからはいどうぞっつって見せましたけどね。だからそういうのを見てるとみんな見てくれてるんじゃないかなと思うから、この48話目をまでこう旅一緒に、うちら6人だけじゃなくて、その見てくれてる人も一緒に旅をしてきたっていうことで、なんか面白かったでしょっていうよりも逆にこうどうだったって聞きたいっていう感じが。そういうのがこう聞いてみて、劇場に来てくれた人たちは当然面白いって思うでしょうし、思ってるでしょうし、他の人たちもねどうだったんだろうな、でそこで何があったんだろうなって、48見たことによって、こんなことを思いましたみたいな、そういうのも聞いてみたいなっていう気がしましたね。これね、今もすんごいいっぱい来てるんですって。紹介しきれてないようですね。でもこれからねオラオラジオも続けていくのでいっぱい読めると思うんですよ。でその1個をじゃあ、このメールコーナー最後に読みたいと思います。3度目、ゴージャスジョリン。アニメ最終話まで見ました。長いようで短かった旅の感想、本当にお疲れ様でした。原作に忠実に、それでいて冒険心も忘れない丁寧な作品作りをしてくださったスタッフや演者の皆様に心から感謝の気持ちを伝えたくてメールさせていただきました。愛あふれる素晴らしい作品ありがとうございました。ますますジョジョが大好きになった1年でした。ラストのディオ戦に至る素晴らしい感想メールは山のようにいただいていると思うので割愛しますが、じゃあ次の回で読みますね。私の心に強く印象に残ったのは46話でディオに対峙するジョセフがエリナおばあちゃんについて触れてくれたところでした。改めてディオとジョースター家の長い因縁を再確認するとともに、ジョセフがエリナおばあちゃんをとても大事にしていたこと、家族を心から愛するジョセフの心にグッときました。スターダストクルセイダースアニメを見て愛すべきジジイことロー・ジョセフの魅力に気づかされることが多々ありました。これも常に全力でジョセフを演じてくださった石塚さんのパワーがあってこそだと思います。窮地にあってもお茶目心を忘れないジョセフが大好きです。ということで、なんかすごい嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しい。なんかこう肌がピューンとなりましたね。そんなに言われるとなんか、やってよかったと思いますね。ジョセフ大好きということでですね。じゃあ間違ってなかったのかなっていう感じはしますね。この旅はね。あとこの作り方っていうか、この6人で来た世界観の作り方ってのは、間違ってなかったのかなっていう、通信簿じゃないけど、最後にこ
ジョジョのその通信簿みたいなのをパッと見たら、だとしたらまあやや良かったみたいなまあうちらの段階では12345段階だったんですけどね、なんか4がたくさんあってたまに5があったみたいな通信簿をもらったような気がしますね藤尾さん、もう最後に来てすごくいい例えです。そう、そしてジョゼフっぽいですやっぱり何かに例えるっていうのがねはい、じゃあジジイには大変よくできましたをあげたいと思います石塚雲章破壊力スピード C。 ジョジョを知ったきっかけ意外、それはジョジョの奇妙な冒険との出会いにドラマあり、作品を知るきっかけとなったエピソードを紹介していきますというわけでですね、早速いきますよ。はいスタンド名オックス。やっと僕のジョジョを知ったきっかけを送ることができるようになりました。というのも僕の知ったきっかけは小学校の時クラスメートがザ・ワールドと叫んで両手を上げたんですそして次の瞬間僕の頭を叩いてきました。当然のように僕は何するんだって文句を言いました。すると彼は言ったんです。動くなよ、時が止まってるんだぞってそう、僕は意識せず彼の止めた時間に入門してしまっていたんですその後彼の家に遊びに行った時にジョジョを読ませてもらったのが僕の知ったきっかけの一部始終ですということで、リアル不思議な少年がここにいたと、不思議な少年はこの時代にも、彼の小学校の時もいたらしいです。そうですね、僕らもね少年バットマンとかね月光仮面とかね、風呂敷をね背中にねくぐりつけてね、走り回りましたよそれが何なんだと今になると思うけど、昔のだから雲章さんですよこれは。つまり時を止まれ、止まんねーっていう本当だね、今のというかね、おそらく僕がジョジョ読んでたら言うかもわかんないねこれそうですね、時を止まれ時を止まれっつってなんでお前たち止まんねえんだよあるある読む前にこれで知って読み出したんですって。こういう人もいますよっつっていやーぜひこれからもねこういうきっかけぜひお寄せください僕たちが喜びます。子供はいいな、やっぱ子供はいいな、ジョジョを知ったきっかけ以外それはでした石塚雲章射程キャリートリプル A 持続力 E 精密動作性 E 成長性 EFGG。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダーズオラオラジオエンディングです。喋りすぎやばい、もう時間がないぞ。駆け足でいきます。俺はあんまり喋ってないけどね俺はもう後でパーセンテージ出してみなさいよ。絶対雲章さんの方が喋ってますから。小野がねもう昔話をするからねだんだん長くなるんだよ大事な話。奥村千代もジョジョの話ですはいじゃあ雲章さんの能力説明もう一回ね見直していきたいと思いますけれども、破壊力 A。 そう前はね、そうあらかじめ言うとゴルフの能力値だったんですけれど、今回何ですかこれ破壊力 A に64歳64歳64歳の石塚雲章の破壊力。今回そういうテーマなんですね。そういうテーマ。違った？いやこれ聞いて今びっくりしましたけれども、64歳の破壊力すごいと。超すごいと。もう超すごい。64歳の何かはちょっとじゃあいろいろな取り方があります。いろんな取り方があると思うけど、破壊力でスピードが C。だんだん衰えてきたんだよね。でも前回そのゴルフに例えた時も C だったんで、ここはね保ってるっちゃ保ってますね。保っ
ってるっていうか、まあスピードはこんなもんでしょ。64歳のスピードだと。そういうこと64歳の射程距離って何ですか？射程距離ですよ。射程距離、そうか、あれね。ああ、分かった。そう年齢だ。女性の年齢だ、多分。女性ストライクゾーンだ、きっと。ああ、それがA っつったっけ、何つったっけ？トリプル A って言いました。トリプル A ですよ。トリプル A ですよ。だから A を超えたトリプル A ですよ。年齢を超えたうんこの力っていうやつ、うん。射程距離。やかましい。2部の時でも打ってたな。銃。はい。で持続力はいいだと。ないね。ない。あ、でも前回もいいでしたから、これ。もう持続力ない。うん。ここはもう、じゃあ、ここは触れずに行きましょう。しょうがない。これはダメ。精密動作性が落ちてます。もうどんどん落ちてく。前 D だったのに。もうダメっすよ。そして成長性がすごい気になるんですけど、EFG ってないやつ言ってましたけど、前回 A だったんですよ、これ。成長はないと思う。もう目いっぱいだと思う。目いっぱい。目いっぱい。でももうジョジョがもう最高潮で、後で見ると、あの時がピークだったねと言われそうな気がする。わあ、でもそれって出し切ったってことですね。出し切った時間もうここまでっていう感じだね。だって前来た時にジョセフの話してたら、雲翔さんはそのここに来てなんかよりやったことない芝居をやってるってお話をされてたと思うんですよね。だからそれを多分やりきったかな。やりきったんだね。だから次の山は96ぐらいか。そのあたりだいぶ先だ。そのあたりからかなりすごいパワーが出てくるような。本当にでもその年もしね、その時俺会ってもこんなだと思うわ、雲翔さん。俺もそう思うね。裏口ばっかり叩いてて、で何言ったか全部忘れてるんじゃないかな。言うだけ言う。忘れてびっくりしたもんだって。この能力説明の話見てたら何これってなんでA と B 何これってずっと聞いてて、やったよ1回1年前ぐらいにって全部忘れてた。忘れる。スタンド能力かと思って、だんだん忘れる。3つ覚えると次忘れるってありましたよね、6部で。まあようそのスピードがどんどん速くなる。スピード A にすればよかった。忘れるスピードだ。忘却のスピードが。それが A だったな。トリプル A かな。忘れたくても忘れられないでしょ。これジョジョね。はいはい、ずっと覚えててくださいね。てかこんなこと言ってて絶対覚えてんだよ。いや、わかんないよ。わかんないよ。わかんないよ。でもね、これから先オラオラジオは続きますし、はい、オーバードライブラジオもあるんでしょうきっと。いやだから、それぐらいまでは何とか覚えていられるように努力しますよ。藤原さん、イベントもあるよ。イベントね。来てね。いや行きたいけどどんなことすんのイベントって。わかんないですよ。みんな忘れてるでしょ、ジョジョのこと。だってこの前終わっちゃったわけでしょ。こういうことを言う。6月に終わったでしょ、だって4ヶ月だよ、普通4ヶ月とみんなも忘れちゃうね。まあ本当ね、わーわー言うとりますけれども、これは本当にこれからね、ずっとジョセフやっていくことのなんか多分ね、期待とかの裏返しだと思うんですよ、僕は。本当この人ジョセフだから。そんなわけで、僕から言えることは、これからもジジイと呼ばせてください。まあいいけどね。よかった、前嫌がってたのに認めてくれたよ。まあ2人だけの時だな。あと飲んでる時だ。飲んでる時だけですか。じゃあ僕が主役でガンガンやってる時は、先生と呼んじゃダメだからね。雲翔さん、もう最後締めるとこれしかないと思うんです。こんだけ喋っちゃったら、ハッピーウレピーヨロピクねって言ってください。これ言ってくれたら終わるから。言って、ずっと言ってくれなかったから。徐々に関われて、はい。ハッピーウレピーヨロピクね。やったぜ。お前これ本当に言わせるよな。嫌なのに。やれ。お相手は空長長太郎役の小野大輔と、ジョセフ上した石塚文章でございました。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りいたしました。